野生で暮らす動物の中には、時に人間の助けを必要とすることがあります。たとえ野生の動物であっても、手を差し伸べることで命をつなぐことができます。そこで今回は、保護されたアライグマの話を2つお伝えします。助けてもらったこと、世話をしてもらった恩というのは、野生動物でも忘れないようです。カナダ在住の動物学者ニッキーさんと母親のリンダさんは、自然と動物が大好きです。そんな親子のもとにふらりと訪れてくる野生動物がいます。その気まぐれな動物は、4年前の赤ちゃん時代、道に捨てられていたところを保護し、大きくなるまで面倒を見ていた孤児のアライグマです。大人になり野生に戻っていったのですが、当時育ててもらったことを忘れていないようで、時々実家を訪ねては懐かしそうに甘えてくるのだそうです。カナダで暮らす動物学者で野生動物写真家でもあるニッキー・ロビンソンさんと母親のリンダさん親子が、そのアライグマに出会ったのは2017年のこと。当時まだ赤ちゃんだった彼が無造作に道に捨てられているのをニッキーさんが発見しました。ニッキーさんはとても小さく、今にも死にそうなアライグマを道から救出し、すぐに専門施設や獣医に連絡しました。しかしカナダではアライグマが多数生息していて、害獣扱いとなっています。どこにも行き場がなく、当施設は空きがありません。獣医のところで安楽死させては、そのまま拾った道に出しておいては、というアドバイスしか得られませんでした。そんな対応に失望したニッキーさんは、かつて孤児のアライグマを保護し、野生に返したことがある母親のリンダさんと協力し、自分の力で野生で暮らせるようになるまで一時飼育することを決めました。そのアライグマはリトルハンドと名付けられました。ニッキーさんはフルタイムの仕事をしているため、仕事中の家にいない間は母親のリンダさんが育児を担当しました。育ての親となったリンダさんは、まるで我が子、我が孫のようにリトルハンドに愛情をたっぷり注ぎ、育児期間が終わった後はいつでも野生に帰れるよう行動を束縛せずに接しました。そのためリトルハンドは成長するにつれ外出するようになりましたが、まだ小さかった頃は戻るべき家を自覚していて、必ず帰ってきていたそうです。またロビンソン家にはいろいろな動物の家族がいました。しかしリトルハンドは全員と揉めることなく良い関係を築き、とりわけ赤ちゃんの頃からこの家に迎えられた元保護犬とは兄弟のように仲良しになりました。まだ小さなアライグマはとても可愛いです。それでも小さくてもアライグマで、犬や猫とは違う習性があります。ニッキーさんが SNS に投稿する写真を見て、幼いリトルハンドをぜひペットにしたいと申し込んでくる家族もいました。ところがその一家はアライグマの習性を知らず、家のあちこちに身を隠すリトルハンドに驚いて飼うのをやめたそうです。こうしてリトルハンドは元気に成長していきました。もともと野生に帰れるよう外と家を自由に行き来させていたのですが、大きくなるにつれ外に出る時間が長くなり、生活の拠点は自然の中へと移っていきました。その後完全に野生に戻れたようで、4年経った今となっては家に戻ることはほとんどなくなりましたが、それでもリトルハンドは突然ふらりと玄関に姿を現すことがあるといいます。僕のこと忘れてない？あの時助けてもらったアライグマだよ、とでも言うかのように、挨拶ついでに育ての母のリンダさんの膝に乗って抱っこを楽しんだり、しばらく家族と過ごしたりしているのです。自分が助けてもらったこと、たっぷりと愛情を注いでもらったことを理解しているかのようで、元気な姿をたまに見せに来るリトルハンド。それともニッキーさんとリンダさんが元気に暮らしているか、その様子を見に来ているのかもしれないですね。
かつては毛皮動物として狩りの対象になったり、ペットとしてもてはやされたり、今では繁殖しすぎて農作物に多数の被害を出すことから害獣とみなされているアライグマですが、リトルハンドのことは人間と野生動物との関わりを再考させるエピソードとしてネット上で広がっているようです。幼い時に助けてもらい育った家を実家のように訪れるリトルハンド。これからもニッキーさんとリンダさんのことは忘れることはないのでしょう。続いて、助けてもらったお礼にと動物病院で患者さんを癒すお仕事を積極的にこなすアライグマがいます。ロシアには頑張っている獣医さんたちのために力になろうと奮闘しているやり手の看護師が存在します。元野良アライグマだというその看護師はとても献身的で、瞬く間に患者の心の緊張を溶かしてくれるのです。日々次から次へと患者へ適切な処置を行わなくてはいけないお医者さん。中でもその相手が動物という獣医さんは大忙しです。助手の1人や2人欲しいと思っているのではないでしょうか。そんな獣医の心の声が聞こえたのか、ロシアのロストフナドヌにある獣医にはアライグマのマスコット兼優秀な看護師がいるのです。ヤシャと名付けられたこのアライグマは弱って街をさまよっていたところを運のいいことに獣医のアレクセイさんに保護されました。いつかはアライグマを飼ってみたかったというアレクセイさん。そのままヤシャは家族の一員として迎えられることになりました。ところがヤシャはただのアライグマではありませんでした。アレクセイさんに助けられた恩を感じたのかどうかはわからないままに、積極的にアレクセイさんのお手伝いをするようになったのです。ヤシャは動物病院に来る動物たちを癒すことに従事しました。同じ動物同士、分かり合えると思ったのかもしれません。事実、病院を訪れる動物たちはヤシャのカウンセリングで癒されているのです。発見当時、栄養失調気味で体調の良くなかったヤシャでしたが、アレクセイさんの適切なケアのおかげであっという間に元気を取り戻しました。そしてある日、アレクセイさんがヤシャを病院に連れて行くと、みるみるうちに病院に来た動物たちと触れ合い始め、名看護師っぷりを見せ始めました。ヤシャは誰に教えられるでもなく、自然と病院に馴染んでいきました。ヤシャが得意なのは特に犬の患者さん。犬たちには大人気の看護師なのです。猫の患者さんには警戒されてしまったりすることが多いとのこと。緊張している患者たちにハグをしたり、マッサージを施したり、病院で怯えている犬たちにとってはヤシャがそばにいてくれるだけでも心強い気持ちになれるのではないでしょうか。また、いつの間にか地元で話題になったヤシャを一目見たいという人々もやってくるようになりました。ヤシャはアレクセイさんの病院にとって招き猫ならぬ招きアライグマになりました。一度は栄養失調気味で拾われた野良のアライグマだったヤシャ。今では公私ともに充実したアライグマ生を送っています。とはいえ、本来アライグマは獰猛であり、アメリカの一部州では駆除対象ともなっています。日本でも害獣認定されていて、基本的に飼育は禁止されています。ヤシャのようなアライグマは珍しいのかもしれませんね。これからも立派な看護師として病院にやってくる動物たちを癒していってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。